はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。ねえ愛、TRN さんのモデルは結構久しぶりだね。MT5 以来かな？多分そうね。TRN さんからはほとんどレビュー以来来ないもんね。ということで今回は TRN シェル 3DD プラスワンプレイナードライバー搭載のハイブリッドモデルのレビューです。発売からは結構時間経ってるんだね。ジャックさん、知ってた？知ってたけど聞くチャンスがなかったんだよ。そっか、それは残念。この動画を制作している時点でのシェルの価格は Amazon のクーポン利用で7000円台だね。3DD プラスワンプレイナーでこの価格、コスパいいんじゃない？ TRN さんだからそのあたりはお得意なんじゃないかしら。そっか、バンドル品も豊富で交換可能なコネクタ、キャリングケース、チューニングノズル、それから5種類13ペアのイヤーチップとTRN さん太っ腹。ほんと、すごいわね。ケーブルは4芯銀メッキ、ハイブリッドケーブルなのね。詳細は上の通りです。無酸素銅と銀を特定比率で組み合わせて音のふくよかさを向上ってことだけど、シェルを聞いた第一印象とも一致するんで、ケーブル特性の効果もあるってことか。そうなんですね。外観は電気メッキ処理を施したリキッドメタルを採用。多くの複雑な工程を経て仕上げられています。高強度、頑丈で耐久性のあるボディを持つだけでなく、より純粋なサウンドベースを提供します。いかにもシェルっていう感じのデザインで丸みを帯びてて素敵。片側 13.2g と重めなんですけど、装着してみると特に気にはならなかったです。音漏れも気になりません。ドライバー構成は3つの異なる口径と特性からなるダイナミックタイプがメインに見える。そこにプレイナードライバーが追加され、超高域は任せとけって感じかな。リキッドメタルボディの中に所狭しと収まってるね。DD は 10.5mm、8mm、6mm でこの3つでも十分成り立つと思える。KZ ベーダーとかがそうだもんね。そうなんだよね。そこに 6mm カスタムプレイナーユニットが追加されてるんで、超高域は心強いよな。シェルには3つのチューニングノズルがバンドルされているんだけど、デフォルトで装着されているグリーンリングのノズルの波形はこんな感じ。超広域って言っても9キロ以上はそんなに出てないんだね。6から9キロあたりの帯域でプレイナードライバーが活躍してるのかね。そうなのかもね。中広域はやや控えめ、低域は結構しっかりしてそうね。視聴の第一印象でもそう感じたよ。他のノズルの波形を重ねるとブラックのバランスが良さそうに見えるけど、どう？個人的にはブラックいいね。どれも実用的なバランスでいいんだけど、レッドノズルの片方がグリーンノズルと同じ特性になってた。シリコンリングの付け間違いなんだろうね。ブラックノズルも左右で低域の特性にばらつきが出たりしてたんで、今回のサウンドチェックでは3つのノズルの違いを聞いてもらうことは断念したんだ。これ結構苦労してたみたいですものね。そうなると何と比較しましょうか。プレイナードライバーは搭載していないけど 3DD だから KZ ベーダープロベースバージョン。それとドライバー構成関係なく多くの人が持っていると思われる TRN コンプとも比較してみようと思う。それからこれがバンドルイヤーチップとリバイナスベルベットの波形を重ねたもの。5種類のバンドル品のうち同音管にうまく入った3種類のみ測定した TRN のモデルだし、今回は TRN ティップスを基準にしてみたよ。音調整の基準はシェルね。はい、では聞いてみましょう。音量上がります。
チェックでした。シェルとベーダープロベースバージョンの低域はどちらも結構ドーンときますけど、シェルは 50Hz 以下も落ち方が少なく、より重たいんですね。そうだね。これでデフォルトノズルでシェルの低域がかなりしっかり出ていることが分かった。コンクの低域も実機では不足感はないけど、この比較の中では軽めに感じたね。低域とのバランスもあるけど、中高域以上はコンクの明るさが目立っていたんじゃない？4曲目のオーケストラの曲ではちょっと線の細さは感じたけど、その特性がはっきり出ていたように思う。シェルをブラックノズルに付け替えるとコンクに割と近い出方になる。ベーダープロはどうでしょう3から6キロあたりを一番山谷なく出し、その代わり7キロ付近のピークはやや抑え気味とし、バランスをとってる感じ。質感の違いは聞いてもらった通りだよ。シェルは波形通りではあるけど、2キロから3キロあたりをあまり出していないのが比較でも把握できたんじゃないかな。はい、そうですね。その代わり空間に余裕がある感じで、サウンドステージは広く感じました。超広域はプレイナー DD を搭載している割に他にモデルより出ていないんだね。そうなんだよ。そういうチューニングで仕上げたってことかな。シェル実機をグリーンノズルで聞いた印象は、低域は豊かで量感優先だけど別レイヤーから聞こえてくる感じで、他の帯域への圧迫は少なめ。タムの響きが深いし、スネアにも厚みがある。太鼓系は全体的にいい。中域はリファレンスに使ってる曲のマリンバが低い方へ行くにつれて厚みを増す感じで、やっぱり低域がボリューム感あるんで低中域も強い。中高域はボーカルが前に出てやや柔らかく温かみを感じ、視察音はあまり感じない。この大域はもう少し出てほしい気もする。そこでブラックとかレッドノズルの出番ってわけ？そういうこと。グリーンノズルで聞いた印象を続けると、高域は鋭くなくやや落ち着いた感じで、シンバル系は邪魔にならずやや後方から聞こえてくる。分離感はなかなかいい感じで、さっきも触れたけど低域は別レイヤーから聞こえてくる感じ。 3DD の効果が出ているんでしょうか？そうなんだろうね。サウンドステージは最初から広いなぁと感じていたけど、音自体は近めな印象。音数多くても分離感の良さなのか、ごちゃごちゃしづらいのが嬉しい。低位感はいいけど特筆するほどでもなく程よい感じ。グリーンノズルは低域寄りのバランスで、中高域以上は柔らかめな傾向が好きな人に合うだろうね。なるほど。もう少しすっきり聞きたい場合はどうなります？ブラックノズルだろうね。低域は波形の通りやや抑えた分締まった感じになる。そしてやや物足りなさを感じた中高域が膨らむのもいい。個人的にはこっちの方が好きな高低バランスだね。このノズルをデフォルトにしても良かった気がするよ。じゃあレッドノズルは？見ての通りだけど、低域はそのままで中高域だけ持ち上がり明るさが増すね。さっきも触れた通り、レッドノズルは片側がグリーンノズルと同じだったのでリアル主張はできなかったんだけど、低域がグリーンノズルと同じでドーンときて、中高域がブラックノズルと同じで明るいので、これはこれでいい。今回手元に来たノズルの精度はあまり良くないことが分かったけど、個体差かもしれないのであまり深掘りはしないことにするよ。豊富なバンドル品も入れるとかなりコスパは良く、聞いてて結構満足できた。もちろん個人的な音質の好みはあるけどね。時間があればもっと色々聞いてみたいと思ったよ。シェル、なかなか良さそうですね。この後もう少し主張させてください。もちろん。はい、ということで TRN の 3DD プラスワンプレイナーハイブリッドモデルシェルのレビューでした。じゃあまた次の動画で会おうね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。